ふむふむなるほど。ほうほう。やはり自分のマインドを変えていくことが大事。おっす、どうしたレ夢ム、堅苦しい自己啓発本なんか読んで。マリサ、私生まれ変わるわ、新しい自分に。へえ、それは結構なことだな。信じていないわね。こっちは本気よ。あまたの自己啓発本を読んで私は目覚めたの。はいはい。それじゃあ今回のテーマはこれで合格コンマイ5検定1級になるわけだがまずテキストの358ページを開いて。違うわ。私たちが本当にすべきことはこんなことじゃないわ。新しい私に生まれ変わるために必要なのは遊戯王の知識じゃないわ。FX の知識よ。お、雲行きが怪しくなってきたな。というわけでゆっくり FX チャンネル第1回はレバレッジ倍率は高くしろ。から始めていくわ。合言葉はロスカットなんて怖くない。友人が詐欺の先導者になっていくのはなんとも忍びないな。そうだな。よしレ夢ム。何よ。さっきから生まれ変わるって言っているがそれは本当にいいことなのかなんですって。遊戯王にも生まれ変わり。つまりリメイクされたモンスターはいるが。リメイクってのは以前の反省を踏まえて作られるものなんだから、いいものに決まっているでしょ。ではそんなレ夢ムのためにリメイクなのに微妙な効果のモンスターで、レ夢ムのリメイクへの憧れを砕くぜ。そこまで言うならいいでしょう。コンテキストにグローバルな視点から見るわ。意味わかって言ってるのかというわけで今回のテーマは微妙な効果をもらったリメイクモンスター10選でやらせてもらうぜ。よろしく頼むわ。せーの、ゆっくりしていってね。栄えあるトップバッターはこいつ、メンタルカウンセラーリリーだ。リリー。といえば、そう、こいつはお注射天使リリーのリメイクモンスターだ。お注射天使リリー、確か攻撃力は一見すると低いけどライフを支払うと、攻撃力が3000上がる。見かけによらずパワー系のカードよね。その通り、最初期は攻撃力の高いモンスターを出すのにも苦労していたため、このカードは2002年には制限に、そして2004年、初めてこのカードゲームで、禁止カードが導入された際の最初の禁止10枚にも選ばれた。自分のライフを高速で消費しながら短期決戦は、あまり健全とは言い難いしね。しかし OCG の歴史において、このカードが重要な役割を持っていたことは間違いない。そんなキーカード的な視点も相まってお注射天使リリーのリメイクカード、メンタルカウンセラーリリーが登場することになったわけだ。ほほう、っていうことはこのカードも攻撃力を変動させる効果があるのかしら。その通り、メンタルカウンセラーはレベル3のチューナーモンスターなんだが、こいつを使ってシンクロ召喚した際に500ポイントライフを支払うことで、召喚したシンクロモンスターの攻撃力が1000ポイント、エンドフェーズまで上昇する。1000ポイント。レ夢ムも引っかかる部分ができたところでこいつの微妙な点の解説に移ろう。よろしく頼むわ。まずは一番注目されるだろう攻撃力上昇効果だな。そうね。上がり幅がなんとも、実のところ元祖リリーよりもコスパでは優秀ではあるんだがな。どういうこと？リメイク前は2000ポイント支払って攻撃力が3000増加。つまり、ライフポイントを 1.5 倍の攻撃力に変換しているわけだ。確かにそうとも言えるわね。それに対してメンタルカウンセラーは500ポイント支払って攻撃力は1000上昇。こちらはライフポイントを2倍の攻撃力に変換しているわけだ。確かにコストの変換レートではメンタルカウンセラーの方が優秀ね。しかしそれでもこのカードが微妙なところとしては、コスパはいいかもしれないけど結局数字は漏れないところよね。その通り、お注射天使リリーの一番の強みである純粋な数値の暴力を捨てて、デメリットの緩和は本末転倒な部分だ。あと個人的にはもう一つ、単体で完結しない効果になったのも痛手だな。というと、お注射天使リリーの一番の強みは、単体でポンと召喚して高い攻撃力で、相手を圧倒することができる点にある。そういうこと。そう、メンタルカウンセラーの方はこのカード単体では何も効果を持たず、シンクロ召喚をして初めて意味が出る。しかしそもそも召喚補助の効果もない、持続性の天使族を展開できる状況なら色々と動きは取れるし、出てくるシンクロ次第では効果で破壊したりもできる。がむしゃらに自分だけで何とかしようとしてた頃の方が輝いていたのね。続いてはこいつ、猛虎モンフーだ。あらかっこいい虎のモンスターね。このカードはリメイク元が思いつかないわ。こいつもリリーと同じように古いモンスターのリメイクでリメイク元は、オオコワンフーだ。こっちも虎だわ。まずはリメイク元のオオコワンフーの解説からだ。結構いかつい感じのモンスターだけど、どんなモンスターなのかしら。こいつの効果は至極単純で、こいつ以降に出てきた攻撃力1400以下のモンスターを延々と破壊し続けるんだ。一体破壊とかじゃなくて全て破壊。弱者の存在を許さない苛烈な効果だわ。強者の苦痛などの攻撃力を下げるカードと組み合わせたりすることで、抜群の制圧力を誇ったモンスターだ。ふむふむ、なんならリンクやシンクロで低ステータスのモンスターを高速展開する。今の遊戯王でもしっかり活躍できる良さげなモンスターじゃない。その通り、そんなオオコワン風のリメイクモンスターが猛虎モン風だ。これは期待が高まるわね。そんなモン風、ステータスはワン風と変わらず攻撃力1700で、守備力は1000だ。ワン風もそうだけど効果の割にいいステータスよね。そして肝心の効果だが、まず一つ目がこのカード以外のモンスターの攻撃力を500下げる効果。さっき挙げた強者の苦痛みたいなデバフ系の効果を内蔵しているのね。その通り、
これによってこのカードの実質的な攻撃力が2200になるんだぜ。アタッカーとして優秀ね。他の効果はどうなの？こいつにも元祖と同じく殲滅効果がついているぜ。さらに1ターンに一度、自分のメインフェーズ時にこのカード以下の攻撃力のモンスターを全て破壊する。あら、普通に要強化じゃない？攻撃力ダウン効果のおかげで、制圧できる範囲はかなり広がっているし、備え付けの破壊効果も、元からワン風より広くなっているわ。ワン風を使ったことがないと確かにそういう風に感じるよな。ところがこのカードは本家のワン風に比べて2つ、劣っていると言えるところがある。そうなの。まず1つ目は破壊効果の巻き添えを食らいやすいところだな。これは本家のワン風もそうだが、こいつらの破壊効果は味方も巻き込む。なら別に大した違いなんてないんじゃ。そうとも言い難い。ワン風の方は構築段階で、1400以下のモンスターを入れないことでデメリットを無視できる。それは別にモン風も同じことじゃ。モン風の場合効果を避けるのに必要な攻撃力は2200になる。確かに下級ラインの1400と上級ラインの2200では難易度が違うわ。今の遊戯王だと攻撃力が低めのリンクモンスターで、妨害を構えることも多いからなかなかのきつさだ。でもまあモン風の効果は自分のメインフェーズなら、好きなタイミングで使うことができるし、ワン風より小回りは、2つ目はその小回りが問題だな。どういうこと？ワン風の一番強い点は、相手のターンだろうが自分のターンだろうが、モンスターが出てきたら強制で破壊の対象になるところなんだ。なるほど。こちらがモン風の効果発動前に色々とできるように、相手はターンが終わるまでに、盤面を完成させてモン風への対策ができる。そう言われると確かにワン風はシステマチェックに破壊するから、そもそも展開途中に関与してくるけど、モン風の方は、どれだけ攻撃力の低いモンスターを展開しても、最後に2200以上で固められればいいわけね。そうだ、見境なく噛みつく虎が訓練を受けて調整された結果、かえって凶暴さがなくなってしまい弱体化してしまった。少し悲しい事例だったな。お次はこいつ雷先人だ。雷って仙人の神、とても強そうだわ。こいつもリリーとかと同じ、かなり古いカードである雷仙人のリメイクだ。こっちはまだ仙人のままだわ。まずはリメイク元の雷仙人の効果だな。こいつはリバースモンスターで、リバース時ライフを3000回復する効果を持っている。あらいいじゃない。ライフゲインはこのゲームだと安く見られがちだけど、3000までいけばさすがに圧巻だわ。まあその代わり、こいつが墓地に送られた場合5000ポイントダメージ受けるがな。普通に殴られたら差し引きマイナス2000じゃない。騙されたわ。しかし、こいつの効果は墓地に送られた場合発動するため、マクロコスモスのような除外になるカードやエクシーズ素材にすることで、デメリットを回避することができる。エクシーズ素材は墓地でもフィールドでもなく謎空間に行く設定だから、フィールドから墓地に行くってルールに引っかからないのね。その通り、少し扱いが気難しい仙人のリメイクカード雷先人だが、本題のカード。まずこのカードは攻撃力2700。高い。守備力は2400。高い。レベルは7。高い。このままだとそこそこ優秀なアタッカー止まりだが、こいつは3000ライフポイント払うことで手札から特殊召喚できる。このステータスで特殊召喚できるのは嬉しいけど、3000ライフの支払いは痛いわ。そんなレイムさんにも安心の保険があります。なんとこのモンスター、相手によって破壊された時に、ライフポイントを5000も回復してくれる。まあ、お得だわ。相手に破壊された時って限定条件はありますが。あら、雷仙人みたいに自分で融合素材や墓地送りにした時に、発動はしないのね。そもそも雷仙人の効果は本家と違って、墓地送りではなく破壊がトリガーになる。そのため回復効果は微妙に発動がしにくくなってるぞ。1000人と違ってトータルで回復だから査定が厳しくなっているわ。こいつに関しては3000のライフコストが絶妙だからな。致命的ではないが、軽視できるラインでは決してない。このゲームのライフコストって軽く見られがちなはずなのにいざそれを、テーマにしたカードやテーマを使うと、やっぱりライフポイントが惜しい、ってなるの本当に不思議よね。1000人から神になる際に、ライフの大事さを学ぶ機会があったのかもしれないな。適当に話をまとめる感じきたわね。さてお次は思考を変えてリンクモンスター行ってみよう。過去のモンスターが新しい方の召喚であるリンク召喚でリメイクされるの、歴史を感じていいわね。しかも今回紹介する魔導騎士デイブレイカーは、過去に活躍したグッドスタッフのお供、魔導戦士ブレイカーのリメイクカードだ。ブレイカー、私も昔お世話になったカードだわ。まずはブレイカーの方の説明だ。こいつは場に出た時に魔力カウンターを、一つ取得して魔力カウンター一つにつき攻撃力が300ポイントアップ。そして魔力カウンターを一つ取り除くことによってフィールドのマジックトラップを1枚破壊することができる。元々の攻撃力が1600あるから、魔力カウンターを乗せて1900で攻撃して、攻撃後に魔力カウンターを取り除いて、マジックトラップを破壊する動きがシンプルに強かった。私も大好きなカードだわ。そしてそんなブレイカーのリメイクカードデイブレイカーだが、こいつは最初に言ったようにリンクモンスターで素材は魔法使いみたい。攻撃力はブレイカーリスペクトの1600だ。いいじゃない。効果はどうなの？こいつの効果はブレイカーにかなり寄せた感じになっていて、まず召喚時に魔力カウンターが一つ乗る。
そして乗った魔力カウンターにつき、攻撃力が300上がる。ここまではブレイカーと同じね。そしてデイブレイカーはリンクマーカーの先に魔法使い族が特殊召喚されると、さらに魔力カウンターを得る。魔力カウンターの補充ができるのね。いい効果じゃない。そして魔力カウンターを2つ使うことでフィールドのカードを1枚、破壊できる効果を持っているんだ。カウンター2つ。そういうことね。そう、このカード自体魔法使い族のデッキならしっかり使える有用カードだが、ブレイカーの最大の利点である単体で手軽に仕事ができるという強みは持っていかれてしまったんだ。出た時は魔力カウンターが1個しか乗っていなくて効果の使用には2つ必要だもんね。まあそもそも魔導戦士って名前だし、魔法使い族のサポートをして当然だがな。言われてみればそうだわ。さて、デイブレイカーの次は楽に効果がガラリと変わったモンスターを紹介していくぜ。へえ、楽しみだわ。レイムもきっと驚くぜ。この新店のマンティコアの変わり方にはな。このカードもかっこいいわね。このカードは知る人ぞ知る往年の名モンスター暗黒のマンティコアをリメイクしたカードだ。なんでちょっと自信ないのよ。まずは暗黒のマンティコアの方だ。こいつは墓地に送られたターンのエンドフェーズ時、獣、獣戦士、超獣族のモンスターを手札かフィールドから墓地に送ることで、墓地から特殊召喚される攻撃力2300のモンスターだ。ステータスの低いモンスターをこのカードと入れ替えられるって考えると、色々とおもちゃになりそうなカードだわ。そんなコアなファンの多いこのカードだが、マンティコアだけに、大胆すぎるリメイク、新店のマンティコアはファンを驚かせた。大胆。あ、わかった。サポートするカードの種族が変わったとか。惜しい。正解は何なの？軸炊き。軸炊きのサポートだ。軸炊きって守備力が一番高い相手モンスターを破壊する定番除去の？あ、マンティコアが蘇生するときに軸炊きのような除去効果がついてくる。違う。軸炊きそのものだ。いや、軸炊きってそんなサポートが必要なカードじゃ。新店のマンティコアが場にいるときに、1ターンに一度、軸炊き地割れのどちらかをデッキからサーチできる。そんなドピンポイントな。さらにこのカードが墓地にいるとき、手札か墓地の軸炊き地割れを除外することで蘇生することができる。この2枚は唱えるのに特殊な条件がないから、相手が軸炊きメタをしていない限りは、唱え終わったものを墓地から除外する形になる。軸炊きメタって何よ？そんな軸炊き専用サポートにこいつはなったわけだな。これ獣族とかのサポートは完全になくなったの？そうだ、こいつは純度 100% の軸炊きサポートに生まれ変わったんだ。逆に聞きたいんだけどなんでこのカードは、そこまで軸炊きにこだわってるカードなのよ。それにはとってつもなく深い理由があってな。何よ？軸炊きのこのイラストを見てくれ。力強い腕が文字通り地面を砕いているわね。この腕は暗黒のマンティコアの腕なんだ。実は、そうなのね。終わり？続いては往年のパワーカード、5ゴッドドラゴンのリメイクカード、リンクゴッドドラゴンの紹介だ。元祖遊戯王の最高攻撃力。子供の頃は頑張ってこのデッキ組んでた。5ゴッドはレイムも今言った通り、遊戯王の攻撃力の頂点として、走り続けているドラゴン、効果もすごく単純で攻撃力が5000でありながら、光属性と神属性以外のモンスターとの戦闘で破壊されないという、負けず嫌いの極致の効果だぜ。そんなモンスターがリンク召喚でリメイクされてるってどんな感じかしら。待ちきれないようなので、リンクゴッドの解説に早速移るぜ。リンクゴッドは文字通りリンクモンスターで必要なカードは、モンスター5体。5ゴッドリスペクトね。そして光と神属性以外の全ての属性を使ってリンクしたら、相手のフィールドのカードを全て破壊することができる。そしてさっきの5属性との戦闘では破壊されず、他のカードの効果を受けない強靭な耐性を持っている。手札や墓地でできる融合と違って場に出す必要があるリンクの分、さらに強力なのね。こいつに関してはリンクの条件の難しさと、この後紹介するデメリットだけだな。ケチがつくのは、そのデメリットとは、相手のターンのエンドフェーズに自分の墓地のカードを5枚裏側で除外する必要があり、できない場合はこいつが墓地に送られるんだ。なるほど。確かに自壊する可能性があるのは痛いわ。まあとは言っても正規の方法で召喚さえすれば、墓地にモンスターは5枚あるはずだし、2回は攻撃できるわけだから、こいつが2ターン生存してる状況なら、まあ勝てるだろうという説もある。とはいえ耐性の硬さもしっかりと長所になってるから、維持費がかかるのは少し痛いわね。さて、お次オトマノピアの住人からゴゴゴゴブリンドバーグの紹介だ。ゴゴゴゴブリンドバーグ。1個多い。こいつは汎用ランク4エクシーズの召喚によく使われるみんな大好き。ゴブリンドバーグのリメイクだ。ゴブリンドバーグ、召喚時に手札のレベル4を召喚できるから、エクシーズが出たての頃にこの子使ってランク4を作ったわ。こいつはそこからゴゴゴテーマに特化した効果になった。効果も召喚時にデッキ墓地手札からゴゴゴモンスターを特殊召喚できて、エクシーズ素材として取り除かれた時にはドドドモンスターをサーチできる。とはいえこいつを使ったターンは、エクシーズ召喚しかできなくなるデメリットがあるのと、単体での使いやすさだと、ドドドドワーフゴゴゴグローブが、自己再生もあって使いやすく、リメイク前のゴブリンドバーグが優秀すぎるのもあって、なかなか肩身が狭い思いをさせられているようで涙が止まらん。かわいそう。かわいそう。ごめんって。
さてさて、主人公のカードといえばやっぱりクリボーだが、それもそうね。今回はクリボー族の中でも本家の次に有名であろう羽クリボーのリメイクカードを紹介する。その名はダークリボー。羽クリボーといえば、羽クリボーレベル10とか色々形態がある印象だけど、ダークリボーとやらは知らないわね。まずリメイク元の羽クリボーは戦闘で破壊された時に、そのターンの戦闘ダメージをゼロにする壁モンスターとして使われていた。そうね、クリボー系列は戦闘ダメージを軽減する効果が多いわね。しかし、ダークリボーは戦闘ダメージではなく融合と悪魔族のサポートに特化している。10代が覇王になった時に悪魔族のモンスターを使っていたから、そのつながりかしら。その通り、ダークリボーの効果は手札からこのカードを捨てて、フィールドの悪魔族か融合モンスターを、戦闘破壊と効果破壊から守ってくれる上に、そのモンスターがフィールドで発動した効果は無効化されなくなる。ほうほう、優秀な効果ね。さらにこのカードが手札から墓地に送られた時、デッキか墓地から融合を手札に加えることができる。いい効果では？ただし、一つ目の効果で捨てた時は効果ではなくコストのため、誘発しないぜ。ああ、そこの噛み合いは悪いのね。ああ、そこがこのカードの微妙な部分だな。確かに。いやマリサ、正直に答えてほしいんだけどあんたこれ。はい。完全に好みで紹介したでしょ。言うほどこの子は弱くないし。バレましたか。まあ別に10体も紹介するわけだし、1体ぐらいはいいか。だって、可愛いじゃん。アニメで出てくることはなかったが。確かに見たことないわ。さてお次はエクシーズモンスターの紹介だ。魔導砲グレンザウルス。こいつは結構知名度が低めのリメイクかもな。そうね。リメイク元のモンスターも見当がつかないわ。こいつは最初期のランク3エクシーズモンスターグレンザウルスのリメイクモンスターだな。グレンザウルスは攻撃力2000と低めだが、モンスターを戦闘破壊した時にエクシーズ素材を取り除くことで、相手に1000ダメージを与えることができる、汎用ランク3エクシーズだな。ふむふむ。最初期らしい簡潔でわかりやすい効果のカードね。そしてこのリメイクされたカード、魔導砲グレンザウルスだが、はいはい。こいつはグレンザウルスの効果を引き継いでいて、1000ダメージ誘発の条件が、自分の共有属モンスターが戦闘破壊をした時になっており、達成しやすくなった。攻撃力も200上がったしな。まあ2200も低いけど、他の共有属は攻撃力高いし、使いやすくなっているのは間違いないわ。しかも、エクシーズ召喚されたこいつが破壊された時にも、1000ダメージと場のカードを1枚破壊する効果が追加された。ふむ？現実でランク3では悪い感じではないのでは？そりゃあ専用エクシーズに比べたらっていうのはあるだろうけど。ああ、このカードのリメイクで一番大きいところなんだが、なんだ、なんて？ランク4エクシーズなんだ。ああ、なんでわざわざエクシーズ再激戦区に自分から。彼は悪くない。悪くないんだが、あまりにも相手が悪すぎるんだ。無謀さはやはり共有ゆえなのかしら。さてさて、ラストは伝説のあの方の登場だぜ。伝説？誰？最後の最後だからな。出し惜しみはなしで。誰よ？このカード、レジェンドギャンブラーさんだ。どちら様でしょうか？おいおいレイム冗談きついぜ。レジェンドギャンブラーを知らないわけが。なんていうかごめんなさい、不勉強でした。いや、これは私にも責任があるんだ。本来だったらこのチャンネルを開設して、真っ先にすべき話だったな。知っているだろうなんて先入観は、教える側には禁物だというのに。いや、しかしまだ遅くない。マリサ、レジェンドギャンブラーはサンドギャンブラーというカードのリメイクカードだ。構図とイラストが似ているわね。まずサンドギャンブラーの効果。こいつはコイントスを3回行い、3回とも表なら相手の場のモンスターすべて破壊、3回とも裏なら自分の場のモンスターをすべて破壊する豪快な効果のモンスターだ。3回とも表か裏のどちらかが出ないといけないところは大勝負。って感じでいいわね。そしてそのリメイクのレジェンドギャンブラーも3回コイントスをするところまでは同じだ。3回表が出ると相手のモンスターを全て破壊するところもな。狙う大当たりは変わらないのね。そして2回表の場合は相手の手札をランダムに捨てさせて、1回しか表が出せなかった場合は、自分の場のカードを1枚破壊する効果。そして3回とも裏だった場合は、自分のモンスターではなく手札を全て捨てる。なるほど。エレメンタルヒーローカオスネオスのような感じの効果になったのね。しかし、サンドギャンブラーは言ってしまえば4分の1の確率でしか何も起きない。言い方は変だけど堅実なカードなのに対して、レジェンドギャンブラーさんは絶対に何か起きる効果なのは良くも悪くも、本物のギャンブラーになった感じがするわね。まさにレジェンド。このカードの何気にきつい点としては3回裏の時の手札全捨てだな。自分の場が全て破壊されたとしても、手札を使って展開すればいいが、手札を全て失えば残るのは盤面のみ。今の遊戯王ではかなりリスキーだぜ。リスクの大きさもレジェンド級ね。そしてさっき言ってたこのカードが有名な理由って、どういうことか教えてもらってもいいかしら？別に有名じゃないが？教えるものとしてやっぱり強烈なマウントは取っておきたいじゃん。やっぱり自分が知らない知識があるってことを、改めて思い返してほしいのはあるし、今回はリメイクカード特集なのもあって、結構有名なカードが多かったから、なんというか解説の味が薄い気がした。というか、ほんの出来心なんです。だから白霊さん、その刃物はしまって。
これもうダメだな。というわけでリメイクカード特集だがどうだった？確かに生まれ変わったからって、何もかもいい方向に行くわけじゃないのね。そうだな。現実を正しく認識してしっかりと積み重ねていくことが、何よりも大事だぜ。それはそれとしてさっきのペテンは許さないけどね。今回紹介したカードは概要欄にリンクを貼っておくから、気になった人はチェックしてくれ。チャンネル登録高評価もよろしくね。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。